はい、ここに見えないコインがあります。そんなコインはあるはずないんですが、あると思っていただけると、見えたりするんですよね。で、再びこのコインは握ってあげると見えなくなって、また出てくるんですが、それが1枚とは限らないんですね。はい、どうも、キユーです。今日はですね、すっごく難しいやつご紹介します。実際僕、コインマジックのオープニングで、実際今からお見せするものをよく演じてはいるんですが、僕が演じるコインマジックのオープニングの中で、僕的に一番難しいものになります。で、なんでこんな難しいのを紹介するかっていうと、クラシックパームの苦手克服にもつながります。クラシックパームがめちゃくちゃ簡単にできるようになる練習ものだと思っていただいても大丈夫です。ぜひ、マスターして、クラシックパームなんか怖くないってなってください。はい。では解説なんですけども、お察しの通り、最初からクラシックパームをしてるんですけど、4枚ですね。4枚のコインを、いきなりクラシックパームしてるところから始めます。で、いきなりクラシックパームするんですが、たまにね、YouTube で複数枚のコインをクラシックパームするんですよっていう時に、こういう風に解説しちゃってる人いるんですよね。こうやって。両手を使ってね、こうやって押し込んでこうやって最初のうちやると、楽なんですけども、これ、本番じゃ、いつやんのって話じゃないですか。両手でこんなになってゴニョ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 、クラシックパームしてるなんてね、そんなお客さんにね、クラシックパームしてますよってバレるようなもんだし、トイレでゴニョゴニョやってトイレから戻ってくる間に4枚クラシックパームしてますからね。落っことしちゃうかもしれないって怖いですよね。なので、パッとできて、片手でパッとできて、すぐ始められるように、4枚、複数枚のね、コインのクラシックパームを覚えなきゃいけないんですけども、僕のやり方なんですけど、あくまで、まず、フィンガーパームポジションに4枚とも置きます。これポケットの中でゴニョゴニョですね。ポケットの中で音のしないクラシックパームの方法っていうのもあるんですけども、それは別途ご紹介しますね。ちょっと僕の秘密の方法なんで、YouTube で公開するのか、それとも仲間内だけに公開するのかちょっと迷っております。その話は置いといて、まず、フィンガーパームのポジションに置いて、薬指と親指だけでこのように挟みます。で、この状態で上に持ってきて、中指でグッと押し込んで、親指を開いてあげてギュッと握り込むと。で、これで4枚のクラシックパームができるんですけども、4枚さすがに挟むとですね、親指が出せる人がいたらすごいなと思うんですけど、親指がしまわれちゃうんですよね、こうやって。なので、こっち側から見ると、結構親指不自然じゃないですか。だから手はこういう感じで4枚のクラシックパームを隠してると。この状態がスタートです。もう一回説明しましょうか。まず4枚のコインをフィンガーパームポジションに持っていって、これポケットの中でですよ。で、持ってって、親指と薬指でこのように挟む。で、これを上に持ってって、中指で押し込んであげて、親指をちょい開きの、押さえ込みの4枚のクラシックパーム。ということになります。で、1枚見えないコインがありますって言います。で、実際僕がやってるセリフはこういうセリフじゃないんですけど、どういうセリフでやってるかっていうと、だいたいこれ見えないカードがありますよね。とか言ってマジシャン言うじゃないですか。結構冷めません？そんなのないんだから。見てください。ここに見えないコインがあるって。これ見てください。ここに。ほら。信じると見えるようになるって。なわけないよね。みたいな感じでやったりもします。という感じで今みたいなタイミングで、こっちに見えないコインがありますよっていう風に説明した段階で、右手が左手に近づくんですが、その時にクラシックパームのコインを1枚、フィンガーパームのポジションに落っことしてきます。ここに見えないコインがありますよね。これを取りに行くふりをして、ここで1枚パタッと落っことして、見えないコインを、
お客さんにこうやって示してる。で、ここにクラシックパームしてるコインが隠れてますが、なんちゃらサトリティってやつで、見えてません。で、このまんま、ラムゼイサトリティっていうのはフィンガーパームのコインがですね、指を軽く曲げてあげると見えなくなると。このラムゼイサトリティのフィンガーパームのコインがちょうど握り込まれたら、そこに現れるだろうってポジションに、これ架空のコイン、見えないコインを置いてきてあげて、握り込むと置いた場所から、コインが出てくると。で、こっちに一回渡して、最初、これ結構言われるんですけど、このコインが銀色に光ってるゴム製なんじゃねえかって疑う人もたまにいるんですよ。だから僕それを何年か、でも20年以上前ですけど言われた時から、必ずこう、硬いもので叩いて、これは、コインですよって、金属ですよっていう風に示すようにしてます。で、その後ですね、ヒンバーバニッシュっていうんですか？ヒンバーバニッシュってわかります？このクラシックパームの残り3枚残ってるじゃないですか。この残り3枚、クラシックパームした状態で、フィンガー、わかんない。ちょっとスペル出しとくね。これをやってるわけですね。ここにあるんですけど。見えます？ここにクリップしてるんですね。で、クラシックパームした状態で今ちょっと握力がきつくなってきちゃったんで、ここからは1枚のコインで解説しますけど、ここで落とした時にここの指がこう曲がってくるじゃないですか。このタイミングで、こっちがこう曲がるタイミングでこっちは小指を出すんですね。右手の小指を。その上にコインをパタッと落っことしてあげる。今小指に乗っている状態ですね。で、あとはこれをしまい込む感じ。こういう風に。ちょっとゆっくりはできないな。こうして、こうしまう感じですね。こうして乗ってますよね。これがこうしまわれる感じ。で、取ってくると。タン。ちょっと待ってね。タン。スタタタタ。っていう感じ。で、このバニッシュのいいところはですね、分かってると思うんですけども、クラシックパームのコインがですね、全く見えずにですね、バニッシュができるということですね。硬いコインであって示した後に、これで振ってやると、要はこのクラシックパームのコインが見えずにやると。で、お客さんにとって、このような動きをやった時に、まさか他に3枚持ってるとは思わないんですよね。で、これで消したと。あとはこのクリップしてる小指と、薬指でクリップしてるコインをただ指先に置いてきて撫でてあげる動作の中で、1枚目を落っことします。隣にここ。で、残り2枚のクラシックパームを少しずらして3枚目、さらにずらして4枚目と置いてくるだけ。で、実演動画でもう一発パターンをやってるんですけど、今直線上に出したじゃないですか、こうやって。この直線上に出すよりも、はるかに楽に出す方法が、全体的に出す。こういう風に出してたじゃないですか、もう一個。そっちの方がもう全然簡単なんですね。こう、これで消した、もうなんか失敗した。これで、消した。ね。消した。で、置いてきて、撫でてあげる。で、ここで、ここのポジションに置くことします。この撫でてる動作で、一個置くことしちゃいます。で、この動作で、このまんまこういう動きをしたときにもう一個置くことするんですね。この状態で時計回りに回転させたときに、もう一個置くことすると。ちょっと一回やってみましょうか。ここで2枚目落っことしました。したら今度は2枚目落っことした位置からそのまま回転させてこっち側に落っことす。時計回りに落っことす。で、あとは引いてくるときに残り1個。こんなにスペース空いてるんでカチャンってなる心配ありません。直線に出すやつは、3枚目と4枚目をパパンっていうタイミングで落っことしてるんですよ。なので、しくじると、カチャってなります。1枚やって、パンってやって、こういう風
こういう風にしくじる時があります。ただこれ、たとえこれしくじったとしても別に4枚出すことが目的だから、音が鳴ったことをこっちが、やべってなんなければお客さんもそんなにね、あんまり気にしないみたいです。こういう風に。出す。これはちょっと直線的に出すのはちょっと慎重になりがちなんですけども、もう一個のパターンで、こっちを落っことして、パンパパンみたいなやつは、楽です。距離が離れてるんで。言ってる意味わかりますよね。直線上に並べるやつよりもコインとコインの隙間が明らかに大きいんですよ。なので、落っことした時に接触する可能性がかなり低いですし、楽なんですよね。こう、1枚を、1枚ここに戻しました。ここで普通に2枚目落っことす。どうやってやったら見えるこうやって、ここで、まず小指側に1枚ポンと落っことしたでしょ。で、このまま回転させて、1枚落っことすでしょ。で、そのまま後ろに下げてあげるときに1枚落っことすから、パパンって落っことしてないんですよ。直線の時は、タン、タンで、こっからタタンなんですよ。なんですけど、こう、バーッと広く出すときは、パン、パン、これで2枚ですよね。パン、パンなんですよね。言ってる意味わかります？連続でパパンって落っことすことをしないから、コインとコインが音が鳴ってしまうっていう確率をすごく減らせます。と、以上になりますね。で、こっからはちょっと、なんていうかアドバイス的な本なんですけども、このクラシックパームって苦手な人すごく多いんですよね。このクラシックパーム。これを、例えば苦手な人とかの場合、ずっと多分1枚で練習してると思うんですよね。で、僕の場合もう25年ぐらい前になっちゃいますけど、僕の場合は、最初からこの複数枚パパーンって出てくる現象が好きだったんで、1枚のクラシックパームの練習ってほとんどしたことなくて、最初から複数枚やってたんですよね。で、自分なりにこの電車の中とかでコインをポケットの中に入れて、このポケットの中で電車移動、駅までね、ずっとこれを、ずっと4枚を練習してたらですね、1枚のクラシックパームっていうのは、もう、何でもなくなっちゃいましたね。なんつうか歩くより簡単は大げさですけど、箸持つよりかは簡単なぐらいな作業になっちゃいましたね。日本人の例えになっちゃいますけど、クラシックパーム1枚なら、箸を持つよりは簡単かなっていう。なので、複数枚の今の出し方を実際自分のリアルワークでね、友達とかね、お客さんとかに見せるっていう考え方じゃなくても、この4枚のクラシックパームを練習しとけば、1、2枚なんてすっごい楽になるから、これをずっと練習して、1枚に対応した方がいいです。で、この4枚が、できるようになったら、今度はこれを1枚ずつ落っことすっていう練習に、まずは一旦変えた方がいいです。いきなりこれをやるんじゃなくて、このグラスの上とかで、みたいな感じ。これをずっと繰り返す感じ。4枚パームして、グラスの上に手持ってって、みたいな感じの練習をするといいです。例えばなんですけども、今4枚でやったら、このグラスは持てないんですよ。持てないっていうのは、こうやって持つことがかなり厳しいんですね。なので、今持ててますけど、これを4枚じゃなくて1枚でやるとすごく簡単に持てるじゃないですか。グラスがこう、でこうなると。
これが4枚を練習してると2枚ぐらいなら普通にいけるようになります。だから例えばですけども、グラスを用意して、こんなルーティンは誰もやらないとは思うんですけど、4枚の中の2枚をですね、ポンとやって、で、落っことす、落っことす、みたいな、感じになるということ、よくわかんないね。フィンガーパームポジションから2枚だけを今度はクラシックパームに持ってって、こっちに全部投げ入れたようにしてって、グラスを持って、ってやるとこう2枚連続で、グラスの中に移ると。で、残りは2枚だぞと。今のは何もやってないぞと。ちゃんと2枚と2枚だと。グラスに入れると。はい、一応。で、こういう風になるっていう、こういうコインズアクロスがですね、この4枚のこのオープニングを練習していると、めちゃめちゃ楽にできるようになるということでした。はい。というわけで、以上になります。めちゃくちゃ難しいんでね。これ、実際僕が思いついてというか、誰のを見たかわかんないんですけど、こういうのやりたいなと思って自分で試行錯誤をして、こういう風に4枚出すっていう手順にしているんですけども、1年ぐらいはかかりましたね。1年ぐらいは。お客さんに見せて、ストレスを感じなくなるまでは1年ぐらいはかかりました。1日1分ぐらいの練習ですけど。なので、1日、そうですね、10分ぐらい練習していただいて、多分3ヶ月後ぐらいまでは多分できないと思います。今中級者の方でもともとクラシックパーム全然できますよって方はそんなにかかんないと思いますけど、1日10分で初心者の方だったら3ヶ月以上はかかると思います。じゃあ皆さん頑張ってみてください。ではまた、そうだ。次ですね、またクラシックパームのものをやります。クラシックパームをできるようになりたいよとか、極めたいよ、極めたいっつっても僕が極めてるわけじゃないけどね。極めたいよって方がいましたら、ぜひチャンネル登録して次回の動画をお待ちください。では、キユでした。